こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、70周まであと1周、ダイヤ3000個まであと1スタック弱、というところまで来ました。もうぼちぼち十分地下の正常な空気を吸ったと言えるので、この1周終わったら地上に出てみる予定です。地下の方が空気が汚れてそうだけど。その情報は古いです。昔あった奈落の霧はすっかり晴れています。で、レール敷き直すのはだるいんですよね。ドロッパー設置まで行き着くだけでやっとこさという感じです。水害エリアを抜けるまでの我慢ね。さてそういえば最近、ネタでなく真面目にドロッパーへの愛着心が湧き始めました。本来の機能さえ使ってないというのに。むしろそれが問題で、ドロッパー愛好家として恥ずかしい限りなんです。あ、またレールが流れたわね。それにしても、風車型の頂点部分が水害と重なるとほんと厄介です。まあ不幸中の幸いで、モブが来る前に頭上は塞ぎ終わりました。うわぁ。そんな覇者がなくてもいいじゃないの。で、もう1ブロック伸ばして作業完了、でもなくて、実はトロッコワープ対策の斜めの位置を埋めるのがまだなんです。怖いので続きの作業は一周掘ってからにします。というわけで掘り始めたところで、礼儀正しい溶岩はこのように通路に流れてこないんです。ただのやる気のない溶岩じゃないの。さらに突き進んでいたところで、いつの間にか経験値が17に達していました。実は今回は、拠点から破損寸前の採掘用ツルハシを数本持参してきています。うち2本は前回の動画のカット中に修理済みです。その分エンダーチェストがきつくなっていたわね。さて70周目の半分の地点に着きましたが、ダイヤ鉱脈は2箇所見つけたものの鉱石数が少なめです。ダイヤ3000個に達するには残り半周であと44個、正直雲行きが怪しいです。土か砂利を踏んだ音が。あ、やっぱり。先に分かっちゃうと物足りないわね。欲を言うと、弓を構える隙は与えてほしいものです。さてさらに10分ほど進んだところでスケルトンが、水遊びに夢中のようなので降りてこないでしょう。今回よくはしゃぐわね。予期できないとどうもはしゃいでしまいます。まあでも姿を見せた後なら落ち着いて倒せます。と、こっちは迷路の行き止まりですか、紛らわしいです。動転しすぎよ。さて70周目の4分の3地点に着きました。時計で言えば拠点から単身が7時半の方向です。むしろわかりにくいわよ。で、やはりダイヤの伸びが微妙で、現在インベントリにダイヤが1つ、あと30個足りません。反動が来ているのかしらね。その5分のち、なんとか精神力でダイヤ鉱脈を呼び寄せましたが、見つけて追記を抜いてしまって、幸運3がほとんど効きませんでした。4鉱石掘ってダイヤ5つだけね。さらに7分のち、気合でもう1箇所掘り出しました。しかし通常、鉱脈1つでダイヤ25個を一気に集めるのは無理です。そして、例の外見がおかしな構造物を掘り抜いてしまいました。終わったわね。私のダイヤ運もここまでです。あとたった12個が届きませんでした。それにしても、この最後の地下峡谷の攻防がいつも厄介です。なんででしょうか。何気にこの変な構造物が人気あるのよ。あら一撃？どうやらダメージ増加5が真の力を発揮したようです。さて70周目が終了。予定通り地上に出る準備します。とか言いつつもう一周するんでしょ。しません。さすがに最近一気に掘りすぎました。で、最後に超重要な、トロッコワープ対策を施します。また設置したレールが流れていったわよ。さてでは、70周目までのレールです。8倍速にしても6秒かかってしまいます。
相変わらずの殺風景だけどね。様々なブロックがあったじゃないですか。岩とか。さていつものように精錬を仕掛けていますが、今回は精錬中のエンチャントタイムがなくて頭を悩ますことがありません。なので人参を収穫しておきます。実は暇つぶし方法を悩んでいたでしょ。そういえばうっすら気になっているのですが、最近バージョン 1.8.9 に引き上げて、満腹ゲージの減りが早くなった感覚があります。気のせいでしょうか。もし気のせいでなかったら、地上探索する際に金の人参の残り数を注意しなければなりません。さすがに今更地上で飢え死にしてワールドロストでは恥ずかしいものね。さて、上位の金リンゴは22個に、やっと目標数の3分の1を超えました。で、ダイヤはブロックに加工しました。あら地上に持っていくの？せっかくそれなりに集まってますからね。まあ実は、もしダイヤが3000個に達していたら169個のダイヤブロックで、13×13 のスペースを作ろうと思っていました。並べてどうするのよ。馬の足元に敷こうかと。まあでも今の手持ちは結局167個、足りません。なので代わりに、ジャック・オ・ランタンピラミッドを作ることにしました。それ何か意味あるの？ビーコン用ピラミッドが2つ作れる量のダイヤを集めた、ということで眺めて考えに浸ろうかと思っていたんです。しかしジャック・オ・ランタンが天に光を伸ばしてくれなくて、なんだか逆に寂しいです。当たり前でしょ。さて手持ちのバラのダイヤは33個になったところで、ぼちぼちバイオーム探しに向かいます。まだコンプ狙う気はあったのね。もちろんです。で、ぼちぼちどのくらいのエリアを探索するか考えないとなりません。突然変異を含む全バイオームが目標ですので、地図 9×9 枚のエリアくらいは探索が必要でしょうか。足りるかしら。足りると信じ、今回は地図1枚目から東に4枚分探索してみます。なお探索は地図全埋めではなく、1キロ幅で行います。さて、デバッグ画面全開。なんか全開というとかっこいいです。デバッグと言った時点で格好悪いわよ。で、過去2枚の地図で発見済みのバイオームはこんな感じです。今はまだまだ未踏破が多いので、早めに上段中段の突然変異を見つけておきたい気がします。時間を惜しみ、村や砂漠のピラミッドなどの余計な探索は避けていきます。つまりお宝は取らないのね。ただ一地の小屋だけは例外で、地下に咲いていた花を飾る貴重な植木鉢は回収します。扱いがお宝だったの。さて地図3枚目に入って。で、来たルートをまっすぐ、地図6枚目まで一気に東に進もうとしていたら、忘れてました。村の周囲の空間は歪んでいて、引き寄せられてしまうんです。そしてその引力の大きさは、私の石の力を超越しているんです。石の力が弱すぎるのよ。一応言い訳ですが、これは最近ピラミッド企画の方で、道路でできた木を発見してしまったことに原因があります。何か珍しいものが見れないかと期待してしまったのね。結局この村にはチューリップ咲き乱れしかありませんでした。さて村を出て5分経過したところです。なんか、やってしまった感が。ピラミッド企画で唯一見つかっていないバイオームね。少々の嫌な予感は気のせいとして、ともかく直線探索を中断して周辺を探ります。そして丘陵を探していたら、先に突然変異の方が、セコイア大河というそうです。さらに6分歩き回り、無事に丘陵を見つけました。で、ここで選択しないとなりません。さらに時間を費やしてメガタイガの最後の一つの突然変異バイオームを探すか、それとも直線探索に戻るか。もし突然変異がなかったらだいぶ時間ロスしそうね。
結局ロス覚悟でメガタイガを辿ってみてたら、ここまで南に来てもまだメガタイガです。で、やっとこさその先でタイガが広がっていて、どうやらメガタイガはここまでのようです。で、そのすぐ先に、やっとタイガではないバイオームが見え始めました。なんかパターン読めてきたわ。このワールドではメサが最後に残るのね。さて、もう無心にジャングル端。そして無情にジャングル丘陵。最後にムガーッとジャングルを踏破、3点セットは揃いました。なんかまだ地図3枚目なのに、冒険の時間実績解除が近いと錯覚してしまいます。大丈夫、気のせいよ。さてその後、メガタイガのあたりはしっかり探索しましたが、結局突然変異はありませんでした。次回は予定通りに東にググと北コース、そして南コースで折り返してくる予定です。意外と地図1枚目の周辺だけで全バイオームが揃っていたりして。また裏目に出ないといいのですが、ちょっと怖いですが頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。